こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。今日は少し働き方の話をします。タイトルは、一つの仕事に人生を預けない。実は僕、仕事が一つではありません。Kindle を書いて、YouTube で発信をして、ノートを書いて、SNS を更新して、時々 Uber Eats もしています。こういう話をすると、収入の柱を増やしているんですね。と言われることがあります。もちろんそれも間違いではありません。でも僕の中では少し違う感覚があります。僕が増やしたかったのは収入ではありません。安心です。今日はそれについて伝えたいことが10個あります。一つ目、一つがこけても生きられる。会社員だった頃の僕は人生を一つの仕事に預けていました。毎月のお給料、平日の生活、人間関係、全部が会社を中心に回っていました。だから会社がしんどくなると人生全部がしんどくなりました。仕事の調子が悪い日は家に帰っても気持ちを引きずる。休日も月曜日のことを考えてしまう。あれ？これって人生全部を会社に預けている状態なんじゃないか。そんなことを思うようになりました。もちろん会社員という働き方を否定したいわけではありません。僕もそこでたくさん学びました。でも一つの仕事だけに人生を預けることには少し怖さもあります。だから今は一つが少し調子を崩しても全部が崩れないような働き方を意識しています。例えば今日は YouTube の再生が伸びなかった。そんな日もあります。でもまあそういう日もあるかと思えます。Kindle もある。ノートもある。SNS もある。全部が同じ日にゼロになることはほとんどありません。収入が分散していることももちろんありますが、それ以上に大きいのは心が分散していることです。一つだけに全部を預けない。それだけで不思議と毎日は少し穏やかになります。二つ目、一気にはやらない。今の働き方を見て、最初から全部やったんですか？と聞かれることがあります。でも全然そんなことはありません。最初はノートだけでした。それが少しずつ形になってきて、じゃあ次は Kindle を書いてみようかな。その後、YouTube も挑戦してみようかな。全部一つずつです。しかも最初から大成功を目指していたわけでもありません。ちょっとやってみよう。そのくらいの気持ちです。僕は何かを始めるときに一気に大きくしようとは考えません。小さく始めて小さく続ける。続いたものだけを育てる。逆に合わなかったものはまあ違ったかで終わりです。だから失敗もあまり怖くありません。人生って最初から大きくかける必要はないんだと思います。小さく試して小さく育てる。その方がずっと気持ちは楽です。三つ目、全部を本業にしない。これも僕の中では大切にしている考え方です。YouTube だけで生きる。Kindle だけで生きる。ノートだけで生きる。そういう働き方も素敵だと思います。でも僕はあえてそうしませんでした。全部を本業にしてしまうと数字が気になり始めます。今日は何回再生されたんだろう。今月はいくら売れたんだろう。先月より落ちてないかな。もちろん数字を見ることは大事です。でもそれだけになるとだんだん楽しかったことまで仕事になってしまう。だから僕は全部を少しずつ育てています。YouTube も大切。Kindle も大切。ノートも大切。全部が主役で全部が脇役。そんな感覚です。一つだけに期待を集中させない。すると不思議なくらい気持ちが軽くなります。一つがうまくいけば嬉しい。でもダメでも他がある。この余裕は数字以上に大きな価値があるように感じています。四つ目、
稼ぐ場所を増やすんじゃない。ここは少し誤解されやすいところかもしれません。こういう話をすると、収入源を増やしましょうという話に聞こえることがあります。でも僕は少し違います。増やしたかったのは安心できる場所です。例えば、会社だけしか知らなかった頃は、会社が世界のすべてでした。でも今は違います。本を書く場所がある。動画で話す場所がある。文章を書く場所がある。音声で届ける場所がある。僕にとって大切なのは、お金だけではありません。ここなら自分らしくいられる。そんな場所が少しずつ増えていったことです。だから結果として収入も分散しましたが、本当に欲しかったのはその安心感だったのかもしれません。5つ目、一つの数字で期限を決めない。昔は一つの結果で一日中落ち込むことがありました。仕事で失敗した。上司に怒られた。評価が悪かった。その一つだけで今日はダメな日だったと思ってしまう。でも今は一つの数字だけで一日を決めることがほとんどありません。今日は YouTube が静かでも Kindle を読んでくださる方がいるかもしれない。今日は Kindle が静かでもノートを読んでくださる方がいるかもしれない。全部が少しずつ動いている。そう思えるだけで心はかなり安定します。一つに期待を集中させると、その一つに振り回されます。でも、小さく分けておくと、一つ一つの結果を落ち着いて受け止められるようになります。僕にとって一つの仕事に人生を預けないというのは、収入の話だけではありません。自分の機嫌まで一つの数字に預けない。そんな働き方を少しずつ作ってきたんだと思います。6つ目、全部小さく始める。何か新しいことを始めたい。そう思った時、最初から成功を目指してしまう人は多いと思います。僕も昔はそうでした。始めるならちゃんと結果を出したい。失敗したくない。だから準備ばかりしてなかなか始められないこともありました。でも今は考え方が少し変わりました。まずは小さく始める。Kindle もそうでした。最初から何十冊も書こうと思っていたわけではありません。まずは一冊。YouTube も同じです。最初から何千人に見てもらおうなんて考えていませんでした。まず一本。SNS もそうです。全部ちょっとやってみようから始まっています。だから失敗してもあまり痛くありません。もし合わなかったらやめればいい。逆に続きそうなら少し育てればいい。僕は始めるということのハードルをできるだけ低くしています。人生って一歩目が一番重いんですよね。だからその一歩を軽くする工夫をしています。7つ目、勝ち筋より逃げ道を作る。僕は最近、勝ち筋よりも逃げ道の方が大切なんじゃないかと思っています。もちろん、目標を持つことは大事です。でも、人って逃げ道がないと挑戦することすら怖くなるんですよね。例えば会社員時代、もし会社を辞めたら終わり。そう思っていた頃は、新しい挑戦なんて考えられませんでした。でも、少しずつ Kindle を書いてみる。少しずつ発信してみる。そうやって、もしもの選択肢が増えていくと、不思議と心に余裕が生まれます。別に今すぐ会社を辞める必要はありません。独立する必要もありません。でも、他にも道があると思えるだけで、人は少し自由になれるんです。逃げ道ってネガティブな言葉に聞こえるかもしれません。でも僕は生きるための保険のようなものだと思っています。一本道しかないより、細い道でも2本、3本あった方が安心して歩けます。だから僕は勝つための準備より困った時の選択肢を少しずつ増やしてきました。8つ目、暮らしは大きくしない。仕事は少しずつ増えました。ありがたいことに本もたくさん出版できるようになりました。YouTube も続いています。でも一つだけ変えていないものがあります。それは暮らしです。部屋も大きくしていません。物も増やしていません。生活のサイズもあまり変わっていません。なぜかというと、暮らしまで大きくしてしまうと、また働き続けなければいけなくなるからです。収入が増えたら生活も大きくする。すると、その生活を維持するためにもっと働く。
その繰り返しになってしまう。僕はそれよりもこの暮らし好きだなと思えるサイズを守りたい。だから仕事は育てても暮らしは大きくしない。これは僕の中でずっと大切にしている考え方です。9つ目、一番欲しかったのはお金じゃない。こういう働き方をしていると、もっと稼ぎたいんですかと聞かれることがあります。もちろんお金は大切です。生活するためには必要です。でも、一番欲しかったものはお金そのものではありませんでした。朝、ゆっくりコーヒーを飲める時間、平日に散歩できる時間、疲れたら休める余裕、好きな本を書ける自由。僕が欲しかったのはそういう毎日です。だから、お金は目的ではなく、その暮らしを支えてくれる道具の一つなんですよね。もし、お金が増えても毎日苦しかったら、僕にとってはあまり意味がありません。だから今でも、どれだけ稼げるかより、どんな毎日を送れるかを大切にしています。10個目、人生を一つに預けない。最後にこの動画で一番伝えたかったことです。一つの仕事に人生を預けない。これは仕事だけの話ではありません。人生って何か一つだけに全部を預けるととても不安定になります。仕事だけ、収入だけ、肩書きだけ、誰か一人との関係だけ、その一つが揺れた瞬間に自分まで揺れてしまう。だから僕は小さく分けるようになりました。仕事もそう、安心もそう、居場所もそう。全部を一つにまとめない。そうすることで少しずつ生きることが楽になっていきました。もちろん僕の働き方が正解だとは思っていません。人それぞれ自分に合った形があります。でも、もし今仕事のことで苦しかったり、このままでいいのかなと思っている方がいたら、一つだけ覚えておいてほしいことがあります。人生は一つにかけなくてもいい。全部を変えなくてもいい。まずは小さな選択肢を一つ作るだけでもいい。その小さな安心がいつか自分を支えてくれる日が来るかもしれません。最後に今日の話を一言でまとめるならこの言葉です。収入を増やしたかったんじゃない？安心できる場所を増やしたかった。僕はその結果として今の働き方になりました。だから今日の動画も副業をしましょうという話ではありません。自分の人生を一つだけに預けない働き方もありますよ。そんな一つの考え方として受け取っていただけたら嬉しいです。今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味のある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。